はい、狂犬チャンネルです。狂犬こと木下でございますけれども、なぜ狂犬とか言われるようになったのかのゆえんの一つを、明らかにする今回は解説ということで、なぜ失敗事例、墓標が生まれるのかというテーマで今日お話をしたいというふうに思ってます。で、これ墓標って何かというふうに言いますと、うちのエリアイノベーションアライアンス、私が代表を務めている団体では、年に1回ぐらいのスパンで失敗事例集っていうのを出してるんですね。世の中には成功事例集はいっぱいあるんですけれども、失敗事例集ってなかなかないと。で、失敗事例集がなかなかないと何かというと、他人がやった失敗を学んでいないので、同じ失敗を繰り返すということが結構全国からたくさんあるんですね。で、成功は、チームのスキルとか運とかそういうものも当然左右する、タイミングも当然ね味方につけなきゃいけないので、あの時にやったからあのパターンで良かったけれども、数年すると同じパターンではダメということはたくさん世の中には存在をしているわけです。で、一方で失敗事例集は多くの人が陥りやすい、簡単に言うと手を抜くとか、いい加減に計算をしてしまっているとかっていう、ケアレスミスに近いようなポイントっていうのもたくさんありまして、あとは利害調整とかいろんな問題を解決していこうというふうにした時に、必ずみんながいろんな保守的に考えてやってしまいがちだったりする。もしくは予算が来るとインセンティブに左右されすぎているとか、いろんな要因はあらゆる地域で今現在でも起きうる問題というのは多々ありまして、でこれをどう解決するかというのはやっぱり他人の失敗からちゃんと学んで、あれと、うちら同じことやってねえかということに気づかなきゃいけないというのがあります。なので、あえて、誰からも、褒められない、誰からも求められない、この失敗事例集っていうのを、勝手に、我々としてはまとめて、もう一番最初の第1弾がもう8年ぐらい前ですかね、に出した、この失敗事例集、墓標シリーズというものですけど、そこからちょっとダイジェストで、いくつかの有名なケースを、今日ご紹介をしながら、なぜそうなってしまうのかという構造ですね。結構シンプルな経済メカニズムがそこには存在をしていまして、でそれをどう回避するかっていうのも当たり前に分かってきます。でこの回避すべきことは最低限なんだけど、でもあれなんですね、分かっちゃいるけれどもやめられないみたいな話で、分かっているけれども解決に導くには、かなり思い切った考え方、また揺らがない意思っていうものが必要になってきます。つまり短期的な都合の悪いことを結構ちゃんと向き合わなきゃいけないとか、そういうことはたくさんあるわけですね。ですから、ちゃんと失敗から学んでこうなっちゃうぞということを、肝に銘じながらプロジェクトの当事者にならなきゃいけないというところがございます。ということで今日の、テーマはなぜ失敗事例墓標が生まれるのかということで、最後は解決策といいますね、対応策まで説明をしていきたいというふうに思います。で有名なケースというところで、2つ、2大こういう開発系では、説明をしている、商業といわゆる行政の公共施設が一緒になった施設で、大変経営が、初期の計画がずれてしまったというケースが、2つあります。で1つは岡山県の津山市にあるアルネ津山という施設で、もう1個は青森県の青森市にあるアウガという施設です。これまちづくり業界に携わる方は、アウガはもう最近までずっと揉めてまして、今はもうめでたくと言いますかね、青森市が買い取って全部所有をするという、つまり全て行政施設になってしまったという施設になります。で、あるね津山は、商業床と行政の床ですね、行政が使う部分と、民間で商売をやっている部分ってまだありますけれども、ともいえ初期からするととてつもない、ズレを生じてしまったというケースです。でこのいずれも何かというふうに言えば、いわゆるコンパクトシティの実現に向けて動いていたプロジェクトの一環で開発をされた施設です。アルネ津山は2000年ぐらいに大変大きな評判を呼びまして、アウガも2005年ぐらいには大きな評判を呼びました。でこれは中心市街地の活性化、つまり町の中心部をいかに栄えさせるのかということを目的として行われた政策における初期はモデル事例、つまり成功事例だとされたケースがその後実は大失敗だったという話になってしまったケースで、この2つの示唆っていうのはいわゆる短期的な成功、つまり完成をしましたとかね、人がいっぱい来てますっていうことだけでは、実は測れないというところも意識しなきゃいけないわけですね。で両方とも私は当然行ったことがありまして、地元の方にもご案内をいただいています。で別に個人ね、そのやられた方々個人を非難するつもりはございませんで、なぜこういうものができてしまったのか、なぜ良かれと思ってですね
活性化をすると思って作ったんだけれども、そうならなかったのかというところで、まあ何点かポイントをお話したり、詳しくは部表シリーズもねぜひ読んでいただければと思いますが、一つはこれは官民一体施設なんですね。行政施設と民間施設を一緒に建てるという、いわゆる公民合築官民合築と言われるような建物です。でこの施設を作っていくときに行政と民間が一緒に動くときに失敗事例が必ず犯すポイントってなります。何でしょうか。これはね結構シンプルで、行政が先に計画を立てるということです。つまり行政が自分たちで建てる施設の部分っていうのは当たり前ですけれども、当然予算を取らなきゃ行政は作れないので、議会にかけるためにはどういう施設を作るのかという計画を、委員会とかを立てて、でそこは専門家の先生たちを呼んできてこうだああだって話をして、例えばアルネ津山の場合には、大きな音楽ホールを作ったりとか、アウガの場合には大きな図書館とかそういう複合施設を上に乗っける行政の、ものが決まっていくわけですよね。そうするとそこの開発費っていうものがまず最初にいくらかかるんだという話になって、そこは当然また建築単価からこうやって割り出しながらこれぐらいの予算が必要ですということを行政は決めていくわけです。コンスタントにそこを決めていくわけですよね。でこれが大問題なんですね。でそれはコンスタントに決めてはいけない話で、実はそれをやっていったから、むしろこの2つの施設は、誤った開発になってしまったというふうに私は思っています。これなぜ誤ったのかというと、行政は必要な施設を協議してですね、公共的に。でそれによって必要な施設を作るためにはいくらかかるかという話から始まるわけですね。でそれを作ると大抵の場合はとてつもない高額の公共建築と言われるような分野の予算になってきます。もう坪あたりも普通じゃ考えられない予算をかけて建物を建てるのも、いやいやこれはもう公共的に必要だからそういうものを建てるんだという話になるわけです。でこれは単独の公共施設で建った時には、もう最初から建てるお金も税金、維持費も全部税金で、単独でどんどん赤字を掘っている問題施設は全国にあるわけですが、これが合築ですね、一緒になった時にはさらに問題を大きくするところで、行政の施設のとてつもない高額な予算をかけた施設が建物の一角にあるわけですね。でそのまたさらに一部、大抵の場合は公共施設が上にあって、で民間施設が下に商業としてこれ大変いわゆるショッピングモールじゃないですけれども施設として入るわけです。そうするとショッピングモールとかそういうものっていうのはこんなものが必要だからこんなものを作ろうとかって勝手に構想して予算をつけて作るわけじゃないわけですね。簡単に言えば入る方々、つまりテナントさんとかお店が払える家賃っていうものがあるわけです。その家賃金額から割り出して金融機関からお金を借りてきて、作るといった時に、どれぐらいの返済期間でどれぐらいの金利で払わなきゃいけないかというのと、当然収入として入られるテナントさんから払っていただける家賃というものを計算をして、だからこれぐらいの建築のお金に納めなきゃいけない、つまり単価はこれぐらいの建物をしなきゃいけないという制約があるわけですね。だからつまりこの制約を超える金額を役所が普通にいろんなことを議論していって、こういう施設にしましょうと、音楽ホールこうしましょう、立派な音楽ホールにしましょう、有名な先生に頼みましょうってやった施設自体のとてつもない尋常じゃない建築単価の施設の下に、そういう経済的制約を受けている床が、建てられるのかというと、結論から言うとね無理なんですね。ほぼほぼ数字が合わない、上だけすごい音楽ホールで下だけペラペラの建物って作れないわけですよ。すごいものを上に乗っけたらそれだけの例えば構造的にも建物が当然崩れないように頑丈にしなきゃいけない。そうするとほぼ全部公共建築ぐらいのお金がかかるようになってしまうわけですね。でそうすると、何が起きたか、この2つの施設共通点があるのは、開業後にいわゆる商業、いわゆるテナントさんを入れて施設全体を運営するという第三セクターの経営がもう急速に悪くなる。でなぜ悪くなるかって簡単なんですね。初期にかけたお金と同時に、そこはいろんな補助金とかみんな当然役所とか絡むで引っ張るんですが、実は高い建設費をかけた施設は維持費も高いんですね。当たり前ですけど。でこの建設にかかったお金と維持費にかかるお金を、それを毎月入ってくる家賃で、差し引きをしたら赤字になってしまうと。でいやもっと家賃取ればいいじゃないかっていうと、そんな膨大な家賃を請求したらテナントさんいなくなっちゃうわけですね。そうすると収入はゼロになっちゃうわけです。ますます経営悪くなるわけです。なので、実はその逆座屋という状態が生まれるんですね。つまり貸せば貸すほど赤字が膨らむ、けれども、貸さないともっと丸々赤字になってしまうと
いうことで、いかに経営的に黒字になるかということではなくて、赤字をどんどん掘っていってしまうという話になるわけですね。でそうすると、いわゆるこういう施設自体本来地域活性化のためになるという意味では、そこで商売やる人たちが儲けて、当然雇用ですよね、従業員の人たちを雇ってくれて、そうすると住民税入ってくる、所得税も入ってくる、当然固定資産税もこの施設の、一部が公共が持っているだけじゃなくて民間が持ってくれることによって、民間が持ってくれれば固定資産税が市税として入ってくるわけですよね。そういう意味では、稼いでいくという機能を期待して、でそれによって当然周りから人が、やっぱね、ここで儲かる人たちが出るから、やっぱり津山の真ん中で米商売しようかなとか、青森のやっぱ青ヶの周りで商売しようかなって人が出てくるわけです。それを期待しているわけですね。しかし効果的には非常に逆転をしてしまうと。つまりここの経営がおかしくなると、あんだけ行政とか地元の経済界がフルスイングで、バッターボックスに立ったら、三振をしてしまったわけですね。そうするとこのエリアは危ないと。ますますここら辺に店を出すというのはちょっと考えなきゃいけないということが、やっぱり経営がおかしくなったタイミングの前後って必ず起きるわけですね。でそうすると、街中からよりお店がいなくなってしまうと。で開発をして税収が上がるという期待も今度打ち破られるわけです。津山の場合にも民間が持ってた床を公共が買い取っていくということを、段階的にやってしまって、やらざるを得なくなって、で、リコールかかったり、あとはアウガの場合にも、ここの取り扱いどうするんだと、アウガ大変なことになってるぞという話の議論の対処策をね講じるために、常に市政が混乱を極めて、市長さんが2人ぐらい交代をせざるを得ない状況になって、今の市長さん頑張ってらっしゃいますけど、やってるわけです。でつまり活性化のためにやるはずが、政治も混乱することになっていってしまうと。で役所がね床を買い取ったっていうと、なんか一部の人はね、今までなんかね、どうなるか分かんなかったけどよかったわねと、役所が買い取ってくれてみたいに言うんですけれども、それは施設にかかる、つまり赤字になっていたコストを丸々市民の方がお金を払うということです、全てにおいて。そうするとじゃあそのお金がねあったら他に何かできることないのかね、実はじゃあ教育に強化をしていこうとか、例えば今みたいにねいろんな経済的な問題が新型コロナとかこういう突発的な問題がバッと起きた時に、財政的な余裕があればいろんな施策が打てるわけですけど、もう例えばこんなもういるかどうか分かんないような施設自体に多額の何億というお金を毎年かけていくと。例えばアウガの場合には、再建策の計画が出された時の資料から見ると、要はこの建物が建つという時に、こういう行政施設を入れようとかね、そういう話がこうやって出てきた時にからずっとかけたトータルの市の予算総額がもう208億円かかってたんですね。でこれは今度はさらに全部が公共施設になりますが、毎年もう、また、これは何億というお金がおそらく毎年毎年かかることになるわけです。市として出さなきゃいけないという状況になっていくわけですね。ですから、こういう施設自体っていうものは建てたからね、おかしくなっちゃったんでなかったことにっていうわけにはいかないわけです。なので、結局効果としてはね、今みたいに逆剤になってしまうという構造を、抱えていくという話になって、第三セクターが立ち行かなくなってしまうという話になるわけです。でこれだけじゃないんですね。全国いろんなたくさんのケースたくさんあるんです。同じように公共と民間が合築をしている、施設で、この秋田のねエリア中市みたいな施設も、公共施設と民間施設を、エリア内にこの配置をしてやってきて、なかなか人が来ないとかいろんな話を抱え続けているわけです。で谷田食堂さんもね出られていたんですけど、退店をされ、要は、退いて、いわゆる店をね閉めたわけです。でなんで閉めたのかということで地元紙をね記事を見てて、僕もちょっとのけぞったのは、谷田食堂ってやっぱ健康的な食堂だから、味が濃いのが好きな秋田人に合わなかったっていう話になるわけですね。間違い確かにそうなのかもしれませんが、実際最初の開発計画が立てた時にやっぱりその家賃と市場環境が合ってないんですね、やっぱり結局のところ。やっぱりそこが常にもう抱え続ける問題になると。で山梨県の甲府市のココリという施設は、これは上にマンション下に商業と、これ結構ね各地域あるんですよ。街中に住む人を増やそうということで。でこれも狙いは、結局その街中に人が住まなくなってしまったと。家賃がいわゆる地価が高くなった時代がねバブルとか含めてありましたから、その家なんか建てられる場所じゃないと。商店街の人自体が街中から郊外に家を建てるようになった時代があったわけですから、それはもうおのずとそうだったわけですね。でこれを最近は衰退したからどうにかしようということで上に住む人たちを乗っけて、で下に商業施設を作れば、流行らなかった商業施設も住んでる人が増えれば流行るだろうということでやるんですけど、全く流行りません、そんなことでは。
さっきの青葉とかでもみんな言うんです。シャワー効果と。上の役所に行ったらシャワーのように人が降りてくるとか言うんです。降りません、そんなものでは。みんな車で来ますから。青葉とかの車もね、各フロアに横に同じように立体駐車場があるから、その6階に用事があるんだったら6階につけて、ね、渡り廊下でね、連絡通路で6階の用事済ませたら帰りますよ、それは。で、ココリとかもみんなそうです。上に住んでる人、ね、下にお店があるからって、確かにいいお店があれば行くと思いますよ。大したお店じゃないものにわざわざ近いからって行くかって行かないです。ネットもある、車もあるわけです。でそうすると、結局、甲府の、証券内では結局、例えばイオンモールとかにみんな行くわけですね。でネットも使っていく。でもうちょっと遠出をすれば当然都内にも出てこれるという環境に当然あるわけですから、そうすると下の商業は全然埋まらない。でもこれは、山梨だけじゃないですね。もう全国各地域である話です。確かにマクロで言えば住む人が増えた方が近隣商業は儲かる可能性は当然あるわけです。だけど近いか遠いかっていう価値基準だけじゃないわけですよね。近いか遠いかという価値基準といい悪いっていうものがあるわけです。だから遠さを鑑みてもなおいいと思うものにはみんな行くわけですね。だから当然上に住んでたって地下駐車場があれば地下までエレベーターで降りて車でビューッと郊外のモールとか行くわけです。ポチポチネットで注文するわけです。でそうすると、当然成立しない。だからココリの場合には結局郊外のイオンモールが増床していくというタイミングでこの低層商業部分もかなりのところをイオンがやるみたいな話になっちゃったと。地域商業振興のはずが、大手の流通になんかどうにかしてもらわなきゃいけないみたいな話になってしまったという大変その目的とも手段もめちゃくちゃになっちゃったというところまで至るわけですね。で、北九州市の黒崎の場合にも、コムシティと、これ最終的にまた区役所として使う、つまり市が買い取って再利用するみたいな話になっていったわけですね。で、やっぱこれらの開発自体はさっき言ったようなアレンジの問題っていうのは常に需給の不一致なんですよね。つまりもう需要がたくさん昔は増えてた。その時に開発をすればそこにわーっとこの需要が寄ってきて儲かるっていうことがあったわけですけど、今は供給ですね。とてつももうあらゆるところにビルは建ってるわけです。で今自動車もありますからあらゆる立地にみんなアクセスできるという環境で、ただ大きいものを作ったからそこにお店を出したいと思って来るか、来ないわけです。で、役所と一緒になることは決して悪くないです。役所にね用事があって来る人いるわけです。図書館にも当然本を借りようかなって来る人いる。決して悪い、ね、公共と民間が一緒になることは決して悪くはないです。ただ唯一言えることは公共の建築費に合わせて民間施設なんて地方で作ってしまったら当然商業化部分っていうのは機能しないということです。つまり家賃はもう全然合わなくなってしまうということなんですね。これだけじゃなくてね、6次産業化とかそういう分野にも接触していく、開発系としては、これは南アルプス市の完熟農園というケースですけど、果物がね、出荷を一生懸命ここの町はやってるわけです、都内とかに。で都内から近いからやっぱりね出荷する時にはねやっぱ完熟のもの出しちゃうともう果熟ですよね。もう熟しすぎちゃうから、ちょっと手前ぐらいでもう摘み取ってで、出荷をしてるからぜひね我が町に来ていただいて、完熟の美味しい果物を食べていただこうっていうコンセプトで、動いたプロジェクトなんですね。つまりこれ失敗事例よくあるんです。さっきのケースもみんなそうなんですけど、良かれと思ってやってるんですね。で基本路線は別に間違ってないです。街中にごちゃごちゃしてあまり使われない場所があるからそこにぜひとも新しくお店を出したい人に来てもらおうとか、で単独ではなかなか来ないから公共施設もじゃあそこに密集になって寄り添いながらやろうかなっていうのは別に悪い話じゃないんです。確かに機能を集約しようとかコンパクトにしよう別然悪くないです。ただ金勘定の問題です。お金の問題をちゃんと見ていないからおかしくなるんですね。このケースも一緒なんです。発想はいいんです。完熟のものを食べてもらおう、来てもらおう、ね、決して悪くない。だけれども一番の問題は何だったかというと、この市税8億を投じた予算をほぼ整備費に使ってしまったということなんですね。建物をどんどんこのレストランとかカフェとかね直売所を建てたり、この農園のための土地を買ったりとかいろいろやったんです。やったら、あった現金がもうほとんどなくなっちゃったんですね。で店をオープンしてみたと。そしたら店をやるには資金繰りというものが必要だということにあまり気づいていらっしゃらなかったようで、3ヶ月で資金繰りがおかしくなるという状態に至ったんですね。で、1年足らずでこの完熟農園の会社は破産するところまで至りまして、市長もまたねこれ交代することになって
ってしまったわけです。果物が完熟する前に農園がなくなってしまったというね、大変悲しいケースではあるんですけれども、今言ったね、失敗するケースのほとんどは着眼点とかコンセプトとか、そこにそんなに悪意があるわけでもなかったりするんです。ただ進め方、お金の問題に関してはことずさんと。でこれね、やっぱりね、大義があるもの、ちょっと正義感があるものですね、地域を良くしようとかいうものは本当に要注意なのは、良いということをやるからどうにかなることではないということですね。良いことであったとしても、ちゃんと数字と向き合わない限りは成果には結びつかないということです。それがね、あまり意識されないまま進んでいくプロジェクトっていうのが今まで説明してきているところにかなり散見されるところで、なのでお金の履歴とかやっぱり今の情報公開とかでいろいろ資料が出てくるんで、見ていると工事費の発注に関してね、いろんなケースで不正が見られたりとか、たくさんそういうものがあります。でさらに大きなこの開発施設の問題、さっき言った嫌だからってなくせないとなってきた時に、これは鹿島建設さんが出されている、これは普通のオフィスビルを建てる時の建築費ですけど、つまりもっと特殊な建築になれば維持費ももっとかかる、大規模修繕かける時にもコストがかかるということで、普通のなんて変哲もないオフィスビルでも建設費に対して建ててから維持費をして大規模修繕をかけて、で最後解体をするところまでですね、出口までいわゆるライフサイクルコストと言われるものを全体を見たときに、建設費ってこんぐらいしかないんですね。ほんと一部です。でもっともっとかかるんです。建ててからが。でどん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 こんだけのお金を毎年に、ある意味では分割払いのように払っていくことになるわけですね。で役所が建てて唯一かからないものは所税ですね。固定資産税は役所が建てればかからない。でも例えば第三セクターとか民間の企業とかそういうものが建てた場合には当然払わなきゃいけないわけです。だからこれっていうのはマジックはないんですね。建物ですから、役所が建てたから修繕しなくてもなんか立派に建ってますなんてことはないわけです。ちゃんとメンテナンスはしなきゃいけないと。むしろね、公共関連の施設であればあるほどに、例えば耐震も含めてですけれども、さまざまなスペックに対しては厳しい目が向けられるわけなので、建設費も高くつけば維持費も高くついてくるというところがあるわけです。ですから建てる時に私が言いたいのはね、建てるなと言ってるわけじゃないです。建て方を考えなきゃいけないということです。つまり維持費まで確実に見なきゃいけないということですね。けれども今までの地域の活性化の授業のほとんどの議論っていうのは建設費の議論ばっかりなんです。総事業費いくら、総工費いくらっていう議論が大体地元としてもずっと取り上げられると。例えば30億円かかる施設を作りますといった時に、例えば国が交付金など補助金などで15億円を出してくれると言ったら、30億円のものを15億円で買い物ができるみたいな発想でみんな議論するんですね。でこの15億円を20億円にしたり、はたまた何かの特別な予算を使って25億円国から引っ張ってくるということが、地方の行政の手腕というふうに戦後は言われてきたというのがあるわけです。で、いわゆる例えば25億引っ張ってくれば5億円で30億円の施設が建つ、こんなに素晴らしいことはないというのが、今までの話なんですけれども、いや別に30億円かけてもその後の経営が成立するんだったら全然いいんですよ。全然ありです。でそれを建てる時に公共部分をね、国の予算でじゃあ出してもらおうっても地方自治体はね、どうせ運営は全部税金なわけですから、それは考えとしてわからないではないと。だけれども一番の問題は、国からいくら引っ張ったとしてもその後かかる維持経費っていうものは地元でほぼ負担しなきゃいけないわけです。で公共施設と民間施設が一緒になれば、公共部分は当然地元の財政力が出さなきゃいけない、税金が出さなきゃいけない。で当然ながら民間部分の床は当然テナントさんから払っていただく家賃から捻出しなきゃいけないわけです。で家賃から捻出するためには当然入る人たちに経済力がなければならない。つまりお店が儲かって経済的に回ってなきゃいけない。つまり地元の財政力と経済力でこの維持っていうものは捻出をしなきゃいけないわけです。でここがかなり抜け落ちているということですね。でそのライフサイクルコストとか、例えば建物の維持費っていうものに関しては、根本先生の「朽ちるインフラ」という有名な本がありますが、政府も含めて2000年代入るまで公共施設も長期大規模修繕、つまりね20年ぐらい経ってたらもうかなりやり直さなきゃいけないものが出てくるとか、そういう経費を毎年毎年例えば積み立ててなかったんですね。で、マンションでもね長期修繕の積立金とかあるわけですけど、もうその必要な年に必要な予算を議会に諮るというスタンスでずっと来てしまったと。だから抱えている膨大な建物とかの資産に対していつどういうお金がかかるかってことがわからないという状態が2000年代までは続いてたんですね。ようやく今は公共施設と総合管理計画っていう計画書を総務省も主導して各自治体が今作って
いますが、やばいことだけは分かるんです。もうおそらく皆さん、住民の皆さん、ネットで、ね、公共施設等総合管理計画スペース自分のなんとか市とかなんとか町とか入れると大体出てきます。で出てくるんですが、大抵の場合は、もう維持できないっていう答えが出てるんですね。でどうするかっていうことも何パーセント施設を減らさなきゃいけないとかいろんな話が出てくるわけです。だけどそれをいつの段階でどう実行するかってことは全然決まっていない、ある意味は問題が棚上げ状態になっているという話で、民間施設と一緒になって建てていく施設とかを作っていくときに、この視点をなくしてしまうと、何かというと結局、民間床は長持ちしないので、いわゆる経済力で支えられないような投資施設を作ってしまえば当然相場破綻をする破綻をするもしくは潰れて何もなくなってしまうのは困るから、役所が救済をしなきゃいけないというところまでいくわけですね。そうすると今度は最初は自前ではね数億円の負担で30億円のもの立ったと喜んでたけれども、例えば120億円ライフサイクル全体でかかるお金に対して、なんか役所持ちは40億円ぐらいで済むかなと思っていたものが民間部分が調子悪くなったら、さっきの青葉とかもそうですけど、じゃあもう全部買い取るしかねえなって話になって全部を買い取らなきゃいけないみたいな話になってくると、もうフルフルこの維持費を全て財政力が捻出しなきゃいけないという話になってくるわけです。これが非常に困った話で、なのでもう今はね右肩上がりの時代じゃないですから、ちゃんとね需給を一致させていけば経済成長は全然あり得るわけですけれど、もう放漫経営というか地域の活性化だという錦の御旗で良かれと思ってやったんですって言われても結果、かけなくていいようなお金をここにかけていく。でしかもそれはどん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 流出を助長していくといいますかね、拡大をしていくということになっているわけです。ある意味出血をずっとするようなものを作ってしまうと。でそうすると本当だったら毎年5億円ね、2億円でも3億円でも5億円でもいいんです。かかるお金を別のものに投資をすればもっとプラスになる。例えばね、新規に新しい起業をしていく人たちを支援しようとか、子どもたちに対しての教育を充実させて、いい教育を受けた人たちを集めてこようと。そっちの方が、市にとってはすごいプラスになってくるし、住む人にとってもベネフィットになるかもしれないけれども、もうそういう余裕がなくなっていっちゃうわけですね。それが非常に大きな問題と。でここでやっぱ考えていただきたいのは試されたものを、ね、稼ぐ投資と言っていて、今のものっていうのは投資じゃなくて、ほぼ浪費に近いものになってるわけですね。でいやいやもうあそこに入ってるいろんな公共施設って意味はあるんだ、確かにそうなんです、意味はあるんです。ただ形態である必要があるかと言われるともうないんですよね。だから結局あれだけの大きなものを建てる必要がなかったというものを、の中に一部役に立つ公共施設が入っていたとしても、それはかなり言葉としては何でしょうね、トリッキーな話になってしまって、それ言い始めたらじゃああれも必要ね、何にも役に立たないものは世の中にないわけです。ただ数字として本当にそれは合理的なんですかということを考えたときに、あるんですよ。例えばあるね、津山だって立派な図書館があってすごい市民の人たちが利用されてます。それは素晴らしいことです。でそれが不必要だと思わないです。青森のね青ヶにも図書館もあるし、それもね素晴らしいことだと思います。だけれども本当にああいう開発が必要だったのかっていうふうに思えばね、少なくともそこから僕らが次にやる開発では学ぶべきところはいくつかあるわけです。でそれはさっき言った公共と民間が一緒に建てるときには公共の計画を結論から言うとね先に立てないということです。民間が先に計画を立てて入ってくるテナントを営業して、で入ってくるテナントさんたちが払ってくれる家賃が大体見えてきて、その金額と、いわゆる、開発費自体を調達してくる投資家銀行、なんか予算を使わない予算、それを勘案した時にいくらぐらい建設費が坪あたり使えるかってことが普通にこれはもう算数の世界で計算すれば出てくるわけですね。割り出せる。でこれを割り出した数字をもとに、建設費を算定して、でこの建設費の範囲で公共施設部分も作るということが基本なんです。つまり官民合築公民合築街中を再生しようという施設を開発するときには営業をまず最初に全部やる。で営業を仕切った上で金融機関つまり信用、資金調達先との交渉をする。でそうすると計算で建設費が出てくる。でこの建設費で納めれば、基本民間の施設部分っていうのはとてつもない大赤字になることはまずないわけですね。もちろん計画がずれたりすることは多少ありますけど、もう回復不能にまでなるってことはほぼほぼないです。私たちもやってて、小規模大規模いろんな開発に携わってきてますけど、それをちゃんとやればおかしくなることはまずないです。で一方ね、それをやった上でじゃあ一方で公共施設どうするかって言ったら、その開発で民間施設部分でこれぐらいの建設費ですという建設費に寄り添うべきなんです。この建設費の範囲で公共施設部分も一緒に作って、で多少ちょっと内装とかはねバリアフリーを強化したいとか、それはやればいいと思います。
だけど躯体部分とか建物全体にかかる建設費はあくまで民間に従うというところを官民合築でまずちゃんとやるということを徹底するだけで非常にいいケースがいっぱい出てくるわけですね。で分かりやすいのは岩手県紫波町の小川プロジェクトはそういうケースでやって、全国で指定渡ってますけれども、短期的にいきなりおかしくなることないです。分かんないですよ、長期的にはどうなるか芝だって分からないです。しかしながら他我々がやって勝ち側のケースもそうですけれども、リノベーションであろうと新築であろうと営業先回りして建設費とか改修工事費を逆算をしてでそこで一緒に作っていくと。でそうすると、民間の施設部とおかしくならないんですね。でそこは民間がおかしくならないようにやってくれれば固定資産税も入ってくる。テナントさんたちが、当然ながらね経済活動をやってくれる、従業員も雇ってくれる、住民税所得税も市側に入ってくるっていうもともと望んでいるような経済構造にできるわけです。でそうすればその入ってくるお金をベースに例えば公共施設の中をもっと充実させようということだって投資できるわけですね。全然違う場所に投資をしたっていいですけど、でこの好循環に変えていくってことが必要なんですね。でここに今ちょっとね表示をしている金持ち倒産貧乏倒産っていう読んだことありますよ。これ結構昔に流行ったんですね。ロバート清崎さんの、いわゆる金持ちになる倒産と貧乏になる倒産の違いみたいなところを書いてるんですけど、まさしく僕が今話をした失敗事例をやるところは貧乏倒産で、ちゃんとした開発を逆算を含めて金融機関調整をして、行政施設民間施設を合築するときにも民間施設をまず優先して作る計画を進めさせて、その制約条件にのっとって公共施設を作っていくってところが金持ち倒産。これ何かと同じ例えば30億円を投じたとしても片や30億円投じて毎年1億とかの負担金がずっと出続けるっていうマイナスの資産を作る、開発と、30億円投じたとしても民間が毎年例えば3000万4000万という、例えば固定資産税を払ってくれてですね。でさらに、当然そこで働く人たちの従業員から住民税所得税を納税してもらえると。でもしかしたら土地をね自分たちが収用してたら土地の使用料も、市の方に入ってくるという構造ができるわけですね。でこっちはもう毎年例えば1億プラスになってくると、毎年ね赤字になる部分と毎年収入が上がってくる投資全然違うわけですね。で世の中の経済のお金っていうお金の数字は常に複利で回るわけです。つまり、ね、30億円投じて毎年1億返ってくるというもの自体というのは毎年毎年入ってくるから、そのお金をまた次に黒字になるような投資をしていくということも可能なわけですね。で公共がやるときにはねそこで別にまた次に投じるものを黒字にするものだけに限る必要はないわけです。例えば図書館の図書購入費とかに当てていこうとか、子どもたちのための新しい教育投資をしていこう、つまり短期的にリターンが望めないものでもまずリターンがちゃんと望める開発をしていればそこから収穫物が毎年毎年あるわけです、ね、田植えをして稲穂が実るようにその収穫物があるわけですね。それによって市に必要な公共サービスを常に充実させることが可能になる。これが金持ち倒産です。で貧乏倒産型の自治体は、建てるのにお金がかかった、維持費にもお金がかかる、でさらに民間側の調子も悪くなったからそこにも資本注入をするとか買い取るとか、支援をしなきゃいけない。どん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 お金が出ていくから他のことにお金が使えなくなっていくと。だから金持ち倒産貧乏倒産のパターンが自治体でも言えるわけですね。でここが今言った地域活性化というのは経済活性化策ですから、貧乏倒産じゃ困るんです。みんなが割を食ってね、管理ねその施設民間の部分のテナントも儲からない、だからね三石と含めた民間の、役所も関わるような会社も赤字になってしまうと。で赤字になってしまうから当然納税もしてくれない、じゃあどうしようかって話に、陥っていくというのが納税してくれないだけで支援しなきゃいけない、もっとお金出すことになるわけですね。だからここをクリアしなきゃいけないと。だからさっき言ったように民間施設をまず先に決めさせるとか、ここの従来からするとイレギュラーだと言われることをちゃんとやっていくと、実は実現できるんですね。ちゃんとした金持ち倒産型の開発っていうのは地方でも十分成立する分、いわゆる需給の中でもちゃんと営業先やって実需としてこれぐらいのテナントが入ってくると、じゃあそのテナントさんが払ってくれるお金はいくらかっていうところから見ていけば、もう非常に現場感のある数字をもとに開発計画の規模感の妥当性っていうものを生み出すことが可能になるわけです。でもしそれをやらないとすれば、非常に無謀かつ、もう先行して間違ったところいっぱいあるわけですから、それを見てもなおやるということは、かなり無神経かつ無責任だというふうに言わざるを得ないというふうに私は思っております。だから議会の方もね行政とか民間のこういう施設が建つといった時に、
行政の計画を先に立てさせるのではなくて、民間側の床の計画を先に進めさせるとかっていうやり方をしないと、何ができるんだとかね、どうするんだとか、あとは質問も単に税金の無駄遣いみたいな指摘をしないことですね。これすごい大切です。税金はね、別に使うこと自体が悪いわけじゃないです。使うこと自体にも意味があるわけです、経済政策として。ただ自治体の経営をことを見たときに、ただ使ってさらに使ってっていうことをやっていくと余裕がなくなるわけですね、財政的に。つまりしかるべき時にしかるべきことができなくなっていくってことは非常に問題で、だからこれは投資型のプロジェクトなのか、それともね福利、社会福祉型の事業であるのかってことを見極めなきゃいけないです。で中心市街地活性化とかね、町の再生、地方創生とかね、地域再生とか都市再生とかいろんな言い方しますけれども、少なくとも地元の経済とかの活動を再生しようというプロジェクトは投資型のプロジェクトなわけですね。つまりリターンが出て、そのリターンを再投資をし続けるということによって福利で地域に回るお金を大きくしていくことがすごい重要で、1回巻きました、なくなりました、また巻きますってやったって無尽蔵の財布をね自治体は持ってるわけじゃないから、結局どっかで行き詰まるわけです。でそこを考えてた時に必ずちゃんと、金持ち倒産の道に行くというのが非常に重要なところで、失敗事例集はかなりクリアにそういうケースを、示してくれているというふうに思っております。なのでこの失敗にならないように気をつけるだけでも相当にプロジェクトは健全化をするというふうに思いますので、ぜひ皆さんね、明日の失敗事例にならないように気をつけていただければなというふうに思います。興味ある方はぜひね、我々が出しているこの失敗事例集墓標シリーズというので検索をしていただければ出てきますので、あの町この町墓標シリーズ、もっと全国いろんなケースを取り扱ってます。郊外の開発のパターンとか工場誘致のパターンとかたくさんあるんですね。でそれに近いことをいまだにやってるところがたくさんあって、それは何かというとやっぱり移動もあるんでね、行政の方もそんな専門家あんまりいない、ね、本当にじゃあそればっかりを見てる人もあんまりいない。で、みんな成功事例の視察に行くから成功事例ばっかりを見てきてしまうと。でもその陰には失敗してもたくさんあるわけですね。で結局失敗も成功も紙一重のところで、今みたいに進め方をちょっと変えてみるとか、それだけで大きく成果が変わってくるというところでございますので、ぜひ失敗から学んで、まず重要なのは成功する前にとてつもない失敗をしないこと、これが非常に重要だというふうに思います。ということで頑張っていきましょう。